私は、神々の間で太古神と呼ばれるが、もともとは、約4万8000年前、出雲に出生した人間である。過去1万年来の人間が知り得なかった人類最大の謎について語るため、アバターとしてここにいる。この度、神々の宇宙論進化論を人類に公開する。そこには意義深い理由があり、すべて主張し、我々の意図を真心で理解してほしい。宇宙総資源体としての遺体が、その内部に内力と波力を生み、ついに分裂活動を起こし、自らを帯電性微粒子群へ転化、発展することは前で述べた。この場合の分裂状況は、最初は大小、種々の分裂体が生じ、次いでその核体はさらに小さな微粒子へ分裂し、これを次々と繰り返していくうちに、もはや分裂不可能な最小整備の粒子に落ち着く。そして、それと同時に分裂活動は収束する。意志とは、この最小分裂微粒子を指している。この意志は、異体の分裂したものであるため、当然、微弱な未熟電気を帯びている。我々は、ここにおいて、空間に初めて独立した物質の最小単位の帯電性運動微粒子の誕生を見るわけである。この意志こそ、空間を占有するあらゆる物体の原子体であり、文字通り、物質の根本体である。なぜならば、異体の時代は、物体というよりもむしろ物質母体といった方が適切で、何らの制約も限界もない、雲状のようなものであったからである。今日の物質観念から見れば、この意志こそ万物の根源体というべきである。意志は、何よりもまずいの発展的分裂微粒子である。したがって、その根基には、微弱ながら能動意識を有する。意志はまた、天体としての異体の分裂体であるため、微弱な未熟電気を帯びている。そして、その運動力は、異体の内部に生じた内力とは力とを発展的に継承したものであり、これを自己の吸引と廃却の運動機能として発展させる。しかし、この吸引と廃却の運動形式こそ、万物の基本的運動形態となるものである。なお廃却は、押し出す力であり、反発とは異なる。こうして意志は、物質発展史上初めて現れた能動意識力を持つ、独立した運動原子である。意志は、独立自生するや、自らの発展意欲のもとに直ちにその吸引、廃却力によって他の意志群と結合しようとし、ここに万物創造の第一歩である、修正運動を開始する。以上の諸性質を要約すれば、意志とは、未熟電気を帯びた独立最小単位の運動原子にして、能動意識を有する物質の根源体である。まさに意志は、物質の根源であると同時に、万物の活動力、生命力、意識力の根源でもある。意志は、遺憾ながら、現代の科学では全く計算することができない最小単位の物質の根源である。万物は、この意志の結集体であるため、これまでに発見された最小単位物質の電子及び中間子も、この意志の結合体に他ならない。しかし、ここで注意すべきは、この意志は、もはや今日では異体から移行した本来の諸性質が、諸元素へ転化、発展を遂げているため、その正体解剖は、異体と同様に一応、歴史的存在となってしまっている関係上、相当に困難という点である。それは、今日の原子核の最小分裂核内の根基に隠されている。しかし我々は、万物の根源である意志を無視することはできない。したがって、我々の科学は、この意志の運動開始時をもって出発点と定めなければならない。意志発生の歴史的意義とは、現代の諸科学の最高到達点、もしくは究極目標がこれによって定められることである。現代の自然科学は、この意志の多角的発展体である結晶体から出発し、それを研究対象としている。したがって今後の自然科学は、現在の到達点である意志の核結晶体と意志の運動開始期との間にある一大分野にその研究対象を広げなければならない。異体及び意志が歴史的存在であり、その正体解明が困難であっても、その研究が不要となるのではなく、宇宙の根源を論定しておくことが重要な意義を有するからである。意志の実態究明は人類文化の一大方向転換とその大飛躍を約束する。それは単に自然科学の分野のみでなく、宗教、哲学、芸術、
社会科学、その他人類生活のあらゆる面にわたり大改革をもたらす。このことは後ほど明らかとなるであろう。遺体及び意識の解明をして、ついに我々が最も関心のある意識の創生を述べることになったが、本論に入る前にこの意識というものの概念を一応与えておく。意識という言葉はあまりにも普遍的に使用されているため、その意義については大した関心が払われていないが、これは重大な問題である。人間は意識力によって死活を制せられている。意識とは全ての物体に潜在する自己保存の能動力源を指している。例えば一切のものにはその中心を貫いているある一線があり、その一線上には動かざる一点がある。これを俗に神髄と唱えている。この神髄なるものは単に陽子のみでは保たれるものではなく、この一点を保たなければならないとする能動的な働きが生まれる。それは自己を知り自己を維持しようとする能動作用である。この能動源がすなわち意識である。